こんにちは。今回の動画は自分がどうやって日本語を話せるようになったとか、日本語をどうやって勉強して上手くなったとかではなくって、その勉強する以前にどのようにして日本に興味を持ったのかで、そのどうやって日本語を勉強したのかは英語でやるつもりです自分の、まず初めての日本との接触はそんな変なものじゃなくて、自分のお父さんがアジアの国が好きで、スーパーニンテンドとかニンテンドとかたまに見せてくれて、多分自分何歳やったんやろ、5歳とか4歳、6歳、そんぐらいやねんな、そんぐらいやねんけど、自分がその時からマリオとかゼルダの伝説とかドンキーコングとかポケモンもあったわ。そうやと、幼い頃にその任天堂とかにも加えてポケモンとかもめちゃくちゃ見るようになったよな。で今でもその日本語のポケモンのその名前とかはあんまり分からんねんけど、ポケットモンスター分からんねんけど、その英語のポケモンの名前とかやったらめちゃくちゃ知ってる。今でも小学校の頃とかにポケモンレッドとかブルーの図鑑1番から151までの全部を丸暗記してたんよ今はさすがにもうできひんねんけど、そんぐらいポケモンが好きやったってことやな。で今でも俺新作が来たら必ずやるし、多分やっていないポケモンのゲームが、ほぼないと思うんよな。でもちろんその中でも俺好きなやつあんねんけど、それを、ちょっと別の動画のために貯めておきますみんな見てくれるかな。テレビ番組、そのポケモンっていうアニメのテレビ番組と、ポケモンっていうゲームの方の、任天堂が作るゲームの方も俺割と好きやったから、それが多分、そのゲームとか、ポケモンっていうテレビ番組とかが、多分自分の初めての日本との接触やったんやろうなって今になってめちゃくちゃ思う。中3ぐらいまで普通にあんま日本を意識せずに生きてきてんけど、日本でいう中3中4ぐらいあたりから、日本でめちゃくちゃアニメが流行るようになって、めちゃくちゃ好きになったよな。エヴァンゲリオンとか SAO とかヒロアカとか、ヤクネバとか黒子のバスケとか、あとなんやろ、ダーリン・イン・ザ・フランクスっていうほとんどの日本人が知らんねんけど、俺が割と好きなアニメめちゃくちゃ見るようになって、でもちろんアニメを見て日本を意識しないってさすがにアホすぎるからだから多分そこら辺のアニメとかで、自分割と日本を、結構意識するようになったと思うねんけど、その時とそのアニメの流行りと一緒に日本の音楽とかも、ちょっとだけ海外で流行るようになってんな。例としては夜遊びの夜にかけるとか真夜中のドア、二人映れば、そういうやつがめちゃくちゃ流行るようになって、自分もその時に藤井風とか米津玄師とかも知ることになったよな。この外国人が何日本の音楽を海外で聴いてんねんってなるかもしらんねんけど、めちゃくちゃ好きになった。俺未だにめちゃくちゃ音楽好きやし、めちゃくちゃ聴くんよ。プレイリストとかもこの日本の曲っていうプレイリストあんねんけど、このプレイリストを最初から最後まで聴くには84時間57分かかるっすよ。その曲の曲数で言うと1465で、これがポップスだけだからホーラップとかホーロックとかも一応あって、ホーロックの方にも600曲ぐらいあって、ホーラップにもこれ何曲なんやろ、183ぐらいあるから、俺めちゃくちゃ日本の音楽好きなんやな。で海外の音楽も好きやで。海外のカールビーツっていう、車運転している時によく聴いてたプレイリストもあって、それも700曲ぐらいやねんけど、俺マジでこの時期にめちゃくちゃ日本の音楽好きになったんやな。もしもし、ちょんちゃん、どんちこの後大会ゃんこの後もう終わったんやないん俺。もちろん見に来るよね。今から関西出たら間に合うかも。じゃあ来てよ。いや行きたいな。でも俺今あれやねんな、 YouTube 回してるけど、これ動画入れていい？いいよ、入れていいよ。いやマジでチアとか特にブラックやねんな。ちょっとそうやね。そうほんまに集合8時とかやったりするから。
絶対俺これ外大だと思いながらめっちゃやった外大のグッズを入れてるよ。頑張れ、優勝取ってくれ。頑張るわ。ああ、じゃあね。じゃあね何の話してたっけ俺。まあめちゃくちゃ音楽が好きになって、であれから1年後とかになって俺ハロートークっていうアプリを入れたんよ。で今となってはもうクソアプリやねんけど、ほぼ出会い系みたいな感じやねんけど、当時は俺高校生やったし、年齢制限があったんよ。その自分が出会える人の年齢もあって、みんな未成年やったから、もうそんななんかわざわざ会いに行くとか、できひんわけないよ。福岡16歳とかの時に17歳の日本人とアプリで出会って、丸1日ほんまに多分15時間ぐらい、ビデオ通話して、向こうもそんな英語喋られへんかったし、俺マジで一滴も日本語喋られへんかったんけど、ひたすら Google 翻訳を使って、なんかグッドモーニングとか言っておはようって見せて、で向こうもおはようとか言ってきて、 What did you do today? 今日何したのって、今日はみたいな、なんかいろいろ言ってきて、で俺らがそれでひたすら見つめ合って、こうなんかなんか恥ずかしくみたいなやって、で仲良くなってみたいな感じで、で俺が向こうが多分めっちゃ夜更かしして普通にオールして、なんなら日の出を見せてくれたのを覚えてるから、多分向こうが普通にオールしたと思うねんけど、俺が朝から夜までして、でその次の日、起きるやん。で俺日から、いやこれはなかなか面白いと、俺はもっとこの日本人と話せるようになりたいと、思って、で自分が完全に日本語に打ち込むようになったっていうことやねんな。でだから最後のハロートークとか日本人とより喋れるようになりたい、より理解できるようになりたいって思ったきっかけが、結局ハロートークで人に出会って、なんで俺がそんな日本人を興味深く思ったかっていうと、これマジで言い方悪いし、俺あんまり人に言いたくないねんけど、アメリカと日本って、文化で言えばほぼ真逆なんやな。で高い人間やし、人間やん。でも共通点で言えばマジで人間だけっていうことになるやん。あんま良くないねんけど、日本人からしたらアメリカ人は、ほぼ宇宙人みたいな存在なんよ。もちろん地球内に住んでんねんけど、宇宙人みたいな存在なんよ。全く何も知らない、言語も伝わらん、行動も全く理解できない、考えも理解できない、こいつらはなんでこんなことしてんねんみたいな。アメリカ人からしても日本人も宇宙人みたいな存在なんよ。こいつらなんでこんなことしてんねん、理解できひん、考え方できひん、なんでこんな互いに合わせんねんみたいな。なんで俺がマクドに行きたくてもみんながサイゼに行きたいんやったら、なんで俺もサイゼに行かなあかんのみたいなそういうのがめちゃくちゃあって、全然もっと深いねんけど、やっぱ互いのこと全く何も知らへんから、正真正銘の日本人、日本しか知らない日本人と日本語で喋ってると、当時は、今となっては、いろんな日本人と喋ってるから、そんな毎回新しく学ぶことがあるわけじゃないねんけど、当時は日本人と日本語で喋るだけでめちゃくちゃ勉強になった。こんなこと考えてんねんやとか、俺のこの発言に対してこの人はこう思ってんねんやとか、そんな反応あるとか、マジで全部興味深く思えて全部勉強やったから、俺がその繰り返しに沼ってめちゃくちゃ日本というか、日本語に興味を持つようになった。以上。This must be a joke.